白鸚記新海黎明録店舗特典ドラマ CD 東男の魅力談義。あれ、今豚舎に残ってるのってもしかして佐野と斎藤と俺だけか？他のみんなは？よう新八、他の連中なら新入りの大使を連れて狂見物に出かけてるみたいだぜ。狂見物？入隊したばかりの大使たちと親睦を深める目的で出かけたとのことだ。近藤局長の提案らしくてな。目に浮かぶぜ。近藤さん、みんなでワイワイやるの好きだもんな。今日に来たばかりの頃はみんなバタバタしてて、ゆっくり街を見て回る暇もなかったからな。でもよ、狂見物って言っても給金が出ていない今の状況じゃ何もできねえだろう。本当にただ今日の街を見て回るだけじゃねえか。まあそうだが、その辺は気分の問題だろう。寺や神社を見て回るだけならそんなに金もかからねえだろうしな。何が悲しくてじいさんばあさんみたいに寺や神社を見て回らなきゃならねえんだよ。随分な物言いだな。神社仏閣の散策は何も年寄りだけの趣味というわけではあるまい。いいんだよそんなのは。お経やら坊さんの説教をありがたがって聞くなんて、年食って棺桶に片足突っ込む年になってからで十分だぜ。新八はそうだろうな。寺や神社よりは祇園や島原で酒をかっくらってる方が似合いってもんだ。おいおい、それじゃまるで俺が酒や色町にしか興味ねえみてえじゃねえか。違うというのか。俺だって別にしょっちゅう島原に通い詰めてるわけじゃねえぞ。3日に3回ぐらいか？それ毎日じゃねえか。いくら酒で憂さを晴らす目的とはいえ、3日に3度は通いすぎではないか。だから通ってねえって言ってんだろ。そうか？なんか今日に来てから頻繁に通ってる印象があったんだがな。芹沢さんのお供で出かけることが多いからそう見えるだけだろ。お前らが思ってるほど通ってねえぞ。確かにそうかもしれねえな。ところで芹沢局長の島原での振る舞いはどうなのだ？どうって言われても、お前らが知ってるような感じだよ。相変わらず店の姉ちゃんたちに難癖つけて暴れ回ったりしてんのか？いや、最初の頃はそういうこともあったが、今はそこまでひどくはねえと思うぜ。多分という言葉が気にかかる。まさか浪士組の評判を下げるような振る舞いをしているのか。近頃はそういうのもだいぶ減ってきたって。馴染みの姉ちゃんに相手してもらってる時は静かなもんだぜ。へえ、芹沢さんにもそういう相手がいるのか。意外だな。向こうだって客商売だしな。難しい客の相手に慣れてる姉ちゃんはどこの店にも一人ぐらいはいるもんだぜ。馴染みか。新八、あんたにはいるのか？え？俺？毎回芹沢さんにくっついて島原に通い詰めてるんだから、顔を覚えてくれてる姉ちゃんの一人ぐらいはできたんだろう。いや、それはまあなんつうか、俺たちついこの間京に出てきたばっかりだしな。我々が京に来てからもう2月は経っているが。確かにそれくらいは経ってるよな。けどよ、俺の魅力を分かってもらうにはまだもう少し時間が必要らしくてよ。そういうものなのか。剣術道場ならば2月も通えば互いの手の内が分かるようなものだが。まあ確かにそうだけどよ、ああいう場所でのやり取りっていうのは剣術とはまた違うんだよな。そうか？ああいう店は何回か行けば向こうが勝手に顔や好みを覚えてくれるもんじゃねえのか？お前と一緒にするんじゃねえよ。みんながみんな佐野みてえに女からキャーキャー言われながら生きてきたわけじゃねえんだよ。落ち着けよ。もしかして気に障ることを言っちまったか？だったら謝るぜ。俺だって江戸じゃちょっとは名の売れた男だぜ。けどよ、座敷で何遍も顔合わせてる姉ちゃんも名前と筋肉は覚えてくれるんだが、そっから先はあんまり手応えがねえっていうか。芹沢さんが豪快すぎて新八の存在がかすんじまってるんじゃねえか？いやいや、俺の印象が薄いわけないだろ
何故うまくいかぬのだろうな。新八は神道無念流免許皆伝の腕前だというのに。いや、あの手の店で剣術の段位なんて役に立たねえだろ。役に立たねえとはなんだよ。確かに剣術に詳しい女の子はめったにいねえと思うが、この鍛え上げられた筋肉を一目見りゃバッチリ覚えてるもんだろう。そこがまず間違いの始まりじゃねえのか。女はそこまで筋肉に興味ねえと思うぜ。そんなことねえだろう。このたくましい腕で抱きしめられたいとか、頼りがいがありそうとか、女の子なら一度は思うもんじゃねえのか。どこの世界の女だよ。まあ筋肉が好きな女も探せばいるだろうが、歌舞伎役者みてえなやさ男が好きって女の方が多いんじゃねえのか。俺だって別に女の子全員にモテたいなんて思っちゃいねえよ。ただ俺の良さを分かってくれる女の子だっているはずだって言ってるんだよ。世の中にはこれだけ人がたくさんいるんだから。新八の良さというのは具体的に何のことを言っているのだ。それは剣術や筋肉に関しては秀でているが、そもそも女子はそれらを好まぬものだと佐野がさっき言っていただろう。他にもいろいろあるだろう。太い眉はキリッとしてかっこいいし、おおらかで耳っちいことにはこだわらねえし、金遣いは荒いし、酒と博打は好きだし、喧嘩っ早いし短気だし、やけどしそうなぐらい熱い風呂が好きだしな。女から好意を持ってもらえるところがほとんどねえよな。熱い風呂が好きなのは関係ねえだろ。つうかお前、俺のことをそんな風に思ってやがったのかよ。まあそうだな。絵に描いたような江戸っ子だぜ。つまり新八は典型的な江戸の男ということだな。そうか、俺は江戸っ子だから今日の姉ちゃんたちに好かれねえのか。いや、ちょっと待て。ここまで俺たちが挙げた江戸っ子ってのは近藤さんにもかなり当てはまるぜ。だけど近藤さんは島原の姉ちゃんに受けがいいんだろ。うん。近藤局長は新八のようにしょっちゅう島原に通っているわけではないが、あの手の店の女子からとても評判がいいと聞いている。近藤さんが酒の席で毎回やるげんこつを口に入れるあの一発芸、島原でもやってて店の姉ちゃんにかなり受けてたしな。いや、それは面白がられてるだけでモテてるわけじゃねえと思うんだが。最初は面白い男として懐に入り込んで、ゆくゆくは相手の心を掴んじまうのが近藤さんのいいところだろう。確かにそういうところもあるかもしれねえけどよ。同じ江戸の男だというのに、近藤局長は女子に好かれ、新八が好まれんのは何故なのだろうな。確かに不思議だよな。まあ似たような江戸っ子でも人に好かれるやつと嫌われるやつ二通りいるってことなのかもしれねえが、それが人徳というものなのかもしれんな。ちょっと待て、もしかして俺近藤さんよりモテねえ扱いになってるのか。土方さんや佐野より慕ってんならまだ納得できるが、近藤さん以下ってのはどう考えたって納得できねえぞ。いや、それを俺に言われても助言は難しい。何かは分からんが、日々努力を続けるしかないのではないか。佐野、教えてくれよ。悪いがそういうのは自分で見つけるしかねえよな。飲みに行くなら付き合うからよ。斎藤はじめ、鳥海康介、原田佐之助、遊佐浩二、長倉新八、坪井智弘。